こんにちは。今日は私のおばあさんについてゆっくり話します。おばあさんは70歳ですが、毎日元気に生活しています。お茶が大好きです。毎朝ゆっくりお茶を飲んで一日を始めます。おばあさんは自転車によく乗ります。近くの店まで買い物に行きます。料理がとても上手で、家族のためにおいしいご飯を作ってくれます。おばあさんのお弁当には、私の好きなおかずがたくさん入っています。花を育てるのが好きです。庭にはきれいな花がたくさんあります。おばあさんは家で猫を飼っています。とてもかわいいです。健康のために運動をしています。毎朝公園で少し走っています。おばあさんはよく編み物をします。手袋やマフラーを作ります。ミシンを使うのも得意です。服や小物を作ることができます。おじいさんととても仲がいいです。いつも楽しそうに話しています。休みの日は二人で近くの神社へ行きます。ゆっくり散歩をするのが好きです。おばあさんは若い頃おしゃれをするのが大好きでした。学校の先生をしていました。子供たちに勉強を教えていました。結婚した後、仕事を辞めました。そしてお母さんになりました。今でも勉強が好きです。新しいことを学ぶのを楽しんでいます。スマートフォンも使います。家族とメッセージを送っています。私はおばあさんと話すのが好きです。たくさんの面白い話を聞けます。一緒に過ごす時間はとても大切です。いつも感謝しています。おばあさんは優しい人です。これからも長く元気でいてほしいです。もう一度聞きます。次は繰り返してみましょう。おばあさんは70歳ですが、毎日元気に生活しています。お茶が大好きです。毎朝ゆっくりお茶を飲んで一日を始めます。おばあさんは自転車によく乗ります。近くの店まで買い物に行きます。料理がとても上手で、家族のためにおいしいご飯を作ってくれます。おばあさんのお弁当には私の好きなおかずがたくさん入っています。花を育てるのが好きです。庭にはきれいな花がたくさんあります。おばあさんは家で猫を飼っています。とてもかわいいです。健康のために運動をしています。毎朝公園で少し走っています。おばあさんはよく編み物をします。手袋やマフラーを作ります。ミシンを使うのも得意です。服や小物を作ることができます。おじいさんととても仲がいいです。いつも楽しそうに話しています。休みの日は二人で近くの神社へ行きます。ゆっくり散歩をするのが好きです。おばあさんは若い頃おしゃれをするのが大好きでした。学校の先生をしていました。子供たちに勉強を教えていました。
結婚した後、仕事を辞めました。そしてお母さんになりました。今でも勉強が好きです。新しいことを学ぶのを楽しんでいます。スマートフォンも使います。家族とメッセージを送っています。私はおばあさんと話すのが好きです。たくさんの面白い話を聞けます。一緒に過ごす時間はとても大切です。いつも感謝しています。おばあさんは優しい人です。これからも長く元気でいてほしいです。